こんばんは、柚木ゆかりです。今回からは最後の陣営、1952年共産党軍編をプレイしていきます。まず、BDF 内の勝利条件、増援、獲得予備兵力を確認します。完全勝利条件。共産党軍は、手順4ドンラインを含む北にある韓国の主要都市をすべて占領するか、60VP に到達できれば勝利となる。次に、増援部隊を確認します。増援部隊は、すでに全て配置済みとなっています。最後に、獲得予備兵力を確認します。獲得予備兵力は終始2個となっています。以上で確認を終了し、シナリオを開始します。作戦開始。作戦が開始されます。あなたは共産党軍を率いて、38度線に固定された戦線の維持と打破を指揮します。中国、北朝鮮部隊内に、ソビエト製の武器と訓練を受けた強力な部隊が配備されています。また、ミーク・ピトナーッツァ地迎撃部隊も多く配備されており、これらによって陸・空戦力はかつてない最大戦力となっています。しかし、長引く戦争により動員できる増援部隊はすでになく、獲得可能な予備兵力も非常に少なくなっています。現在の戦線は膠着状態にありますが、それは敵も同様です。近い将来に休戦協定が締結される見込みであり、少しでも有利な条件を引き出すために南部への侵攻を目指してください。全人民は当時の勝利を信じています。報告として、ソビエトから装備の提供が行われるとのことです。ソビエトによる装備増強。戦争が長引くにつれ、ソビエトから重装備、BM トリナーッツァ地下駐車、野戦砲や歩兵装備、基本的には短期間銃の供給が増加しています。このことにより、より多くの砲兵部隊が軍備計画内に置かれます。また、以前に殲滅した砲兵部隊が無償で再建されることがあります。さらに、歩兵部隊に優れた武器を装備させ、これによってより優れた部隊へと改良を行うことが可能になります。さらに追加報告として、我が軍の迎撃部隊が順次、ミーク・ピトナーッツァ地へと換装されるとのことです。ただし無償の提供ではなく、代償として勝利点が必要とのことです。戦略的勝利を目指すため、勝利点は必要ありません。報告として、中国から北朝鮮領土の修復のため、専門の鉄道隊が到着しました。義勇鉄道隊。中国は、荒廃した北朝鮮の領土回復のために多くの兵士を派遣することを決定した。彼らの決死の努力により、絶え間ない B29 の襲来があるにもかかわらず、物資供給は円滑に行われるようになります。一部の鉄道拠点が定期的に再建されます。また、北朝鮮領土破壊作戦の効果を無効化します。了解です。予定通り、1個の鉄道拠点の修復が完了しました。ここで、現在提示されている2個の計画を実行します。後方での休息。安全な地域で部隊を休ませ、英気を養います。歩兵もしくは自動車化部隊1個の兵力を完全充足まで回復させる。ただし、このターンは移動ができなくなる。この計画を、ソビエト製の装備が施された歩兵師団に行います。鹵獲兵器。鹵獲した兵器を北朝鮮軍に割り当てます。北朝鮮陸上部隊1個が完全修復されます。この計画を、兵力が半減している第1歩兵師団へ割り当てます。報告として、最初に確認した予備兵力獲得が2から3個へと訂正されます。なお、1個増加した明確な理由は不明であり、これが継続されるかも不明とのこと。了解です。部隊の移動が可能になりました。それではここで、現在の戦力と戦況の確認を行います。部隊説明については、運用する上で重要な部隊のみ説明します。まずは、中国軍から。戦車連隊については、機動性と突破によって我が軍の進行を助けてくれます。特に、後述する北朝鮮軍の新式歩兵師団とともに運用することで、突破後の脆弱性を補ってくれます。ただし、これは我が軍全体に言えることですが、戦車や航空機のような現代兵器は高級品です。そのため、これらを修復するためには多くの予備兵力を割り当てる必要があります。よって、戦車連隊が大きく損耗した場合、予備兵力に余裕がない限りは放置、もしくは勝利のために全軍覆没覚悟で進行することになります。重歩兵師団については、我が軍の主力を担う最強の部隊です。しかし現在、5個の部隊の兵力が半減しています。速やかに兵力を割り当て、
その後の戦闘においても部隊殲滅は絶対に避ける必要があります。歩兵師団については3種類の部隊を統合した数となっています。部隊の数はもちろんですが、1部隊あたりの兵力も多く存在します。その圧倒的兵力数によって戦線を維持する壁として形成されます。ただし留意すべき点として、装備と士官の質の問題からか、戦闘力と士気が低いです。特に線で囲った部隊については士気が2であるため、非常に撃たれ弱いです。もしこれらを本格的に侵攻や防衛に用いる場合、司令部や支援歩兵による支援が必須です。小規模歩兵師団については、兵力が少ない代わりにスタック値が2となっています。しかるべき支援を受けることで、強力な打撃力を生み出すことが可能です。新式歩兵師団については、ソビエトによる装備増強が施された部隊です。士気が向上しており、防戦地の戦闘力も向上しています。ここで、すべての中国軍歩兵師団の強みについて、すべての歩兵師団は、予備兵力1個で兵力5個が補充されます。そのため、敵からの打撃では、まず部隊が殲滅することがありえません。獲得可能な予備兵力は少なくなっていますが、中国軍歩兵のみに集中させることで、持続的攻勢と防衛は可能です。新式対戦車師団と対戦車歩兵については、敵の戦車投入による戦車優勢を打ち消す能力があります。戦車優勢については、対峙する敵軍に戦車、対戦車歩兵、攻撃航空部隊が存在しない場合、全部隊に士気プラス1と戦闘力プラス1上昇する効果となります。そのため主力進行部隊には、4部隊のうち1部隊は必ず随伴させる運用となります。なお、新式対戦車師団については、歩兵と対戦車歩兵が組み合わさったような部隊です。多くの兵力に加えて装甲による強靭性を兼ね備えています。しかし留意すべき点として、歩兵師団とは違い、予備兵力1個で兵力2個の補充となっています。支援部隊については、司令部と支援歩兵はそれぞれ3部隊ずつと、数は十分に存在します。自走ロケット大隊については、戦闘力は低いですが、事前砲撃時は5回砲撃を行います。また、突破への随伴も可能となっています。以上で陸上部隊の確認を終了し、航空部隊を確認します。中国軍の制空能力は、1年以上の時を経て大きく増強されました。しかしそれでも、アメリカ迎撃部隊と正面から戦うには力不足です。よって迎撃部隊は、局地戦に限定する運用となります。攻撃と爆撃部隊については、敵防空網の隙を突いて投入します。北朝鮮軍を含む我が航空部隊は、陸上部隊への微力支援と割り切ります。また航空兵器は、残念ながら我が軍にとっては非常に高価な兵器です。よって、殲滅寸前まで兵力が損耗したとしても、補充は基本的に行いません。中国歩兵師団への補充が最優先となります。以上で中国軍の確認を終了し、次に北朝鮮軍の確認を行います。戦車大隊については、兵力が少なすぎるため、中国戦車連隊と連合して運用します。歩兵師団については、第1、2、3、15歩兵師団は多くの兵力と高い戦闘力、士気が特徴です。ただし、スタック値についても相応に大きいため、部隊投入時には留意する必要があります。新式歩兵師団については、ソビエトによる装備増強が施された部隊です。機動性が向上しており、また戦車による突破への随伴が可能です。留意すべき点として、スタック値が4であるため、部隊投入は慎重に考える必要があります。北朝鮮軍の歩兵師団は、中国軍とは異なり予備兵力1個につき兵力2個の補充となっています。そのため、兵力補充の優先度は低くなります。パルチザン部隊については、現在韓国領土奥地にて潜伏中です。国連軍後方を脅かす、勝敗につながる重要な部隊です。戦闘行為は禁忌とし、後方撹乱を徹底して行わせます。司令部と支援歩兵については、中国軍と同様、多くの数が配備されています。陸上部隊の確認を終了し、次に航空部隊について、迎撃部隊のうち2部隊は、ソビエトからの支援によってミーク・ピトナート先へと換装されています。ただし、兵力については非常に少ないです。これらの部隊については、中国航空部隊と連合を組み、局地戦にて国連軍と対峙させます。
以上で北朝鮮軍の確認を終了し、最後にソビエト軍について、対空砲兵については、中国兵に偽装した兵士たちが中国国境に配備されています。これらの部隊については中国国境を離れることができないため、敵機空襲に備える以外に運用はできません。最後に、ミーク・プトナンツチ精鋭迎撃部隊について、これらの部隊は、先行して配備されていた第64航空団と入れ替わる形で配備されました。非常に強力かつ多くの部隊数となっていますが、これらの部隊についても中国国境を離れることができません。これらのことから、ソビエト軍は戦力としては期待できません。以上、陸軍合計123個、空軍合計20個が現状戦力となります。次に、戦況について確認します。我が軍は38度線西部地域であるケソンから東部山岳地域までに前線を構築。この前線には1年近くの間に築かれた13号の数々が存在します。韓国領土の奥地に目を向けてみると、中央部の山岳地域にパルチザン部隊が潜伏しています。そして我々の目標はテジュンからヨンドンとなっていますが、おそらくこれが間違いでしょう。全土を支配できれば、どのような条件であろうと勝利は間違いないため、全土確保を目指します。以上で全ての確認を終了し、部隊の移動を行います。ミーク・ピトナーツァチ迎撃部隊をソフン・国産の空港へ配備。ソフンと国産の2地域上空を局地防空網構築場所とします。また、その他の迎撃部隊を平壌上空に配備し、この上空についても同様とします。攻撃・爆撃部隊は、当然ながら迎撃部隊より後方の空港に配備します。陸上部隊の移動へ移ります。全部隊の移動が完了。前線には塹壕のみ残し、残りの部隊は後方にて新たな戦線を構築。中央平壌については、東部と西部をつなぐ道路があるため、この地は死守します。部隊の配備状況としては、ほぼ全部隊を西部に配備。東部については、予備師団を山岳地域に配備し、敵の進軍を遅滞させます。敵にはあえて塹壕を破壊させ、西部戦線まで誘引された部隊を確固に殲滅し、確実に戦力低下を狙います。パルチザン部隊による撹乱状況です。移動後は必ず身を隠します。報告として、中国航空機への修理に関することがあります。中国航空機の修理。第30ターン目から、その後4ターンごとに、中国空軍の航空部隊の1個が完全充足まで修復されます。北、南満州に待機している部隊のみが修復可能です。高級兵器である航空機を無償で修復できることがありがたいですが、場所がはるか後方ですね。了解しましたが、おそらくこれを利用することはないでしょう。航空移動へ移ります。後方の迎撃部隊をソフンと国産上空へ配備。空港に待機している部隊と上空の部隊の連携により、2地域限定ですが強力な防空網を築くことが可能です。この局地防空網にて無警戒にも侵入してきた国連航空機を撃墜します。予備兵力の割り当てに移る前に情報工作を実行します。プロパガンダ。条件、韓国の都市を確保する。画像、朝鮮人民軍と中国人民志願軍の勝利万歳。戦争は間もなく終わり、韓国の労働者階級は抑圧からの解放を目指す我々を歓迎するでしょう。予備兵力1個を獲得します。共産党軍、プラス 1VP。予備兵力の割り当ては、15兵師団に割り当てます。以上、予備兵力3個を残し、我が軍の行動を終了します。報告します。アメリカ第1機甲師団の派兵が決定されたとのことです。新たな戦車部隊ですか。了解です。航空戦が発生しました。先の航空戦において、我が方に損失なしです。敵の損失状況については、すべての戦闘が終了後に確認しましょう。
敵の攻撃が開始されます。パルチザン部隊は看破されていませんね。よし。そして敵部隊は、こちらの思惑通りに進行してきましたね。ミサイル、実感しました。ケソンにて、突破による進行を確認しました。了解です。ケソン、実感しました。ヤング、実感しました。トゥオン、実感しました。アムシル、実感しました。ジャンゴ、防衛に成功しました。ヘソン東、実感しました。続けてヘソン西にて、突破進行を確認しました。ヘソン西、実感しました。コソンにて、韓国戦車大隊1個の殲滅に成功しました。それは何よりの戦果です。コソン、防衛に成功しました。この戦闘の結果として、7地域を疾患し、2地域の防衛に成功しました。了解です。3月17日へ突入しました。先の航空戦の結果、攻撃航空部隊1個を殲滅しました。了解です。ソビエトからの支援計画が提示されています。実行しますか？当然、2個とも実行します。F86 の衝撃。条件 F86 セイバーが選択されており、少なくともプラス 5VP を保有している。F86 登場により、中国空軍はソビエトに対し、ミーク・ピトナーッツァチ戦闘機の追加搬入を要請します。運用中、または軍備計画内の中国戦闘機が定期的にアップグレードします。3ヶ月ごとに1ユニット。コスト、マイナス 5VP。短期間銃の増加。条件、1953年であり、少なくともプラス 5VP を保有している。敵は短期間銃を基本装備としています。そのため、ソビエトから多くの短期間銃の追加搬入を要請し、受理されました。中国歩兵師団が定期的に改良されます。共産党軍、マイナス 5VP。これで、ソビエトからの支援増強が約束されました。ここで、提示されている計画を実行します。後方の安全確保。後方地域確保のために、中国に孤軍程度の兵力が投入されます。北朝鮮領土内に存在する中国部隊は、3ターンの間、兵力補充を受けます。これによって、予備兵力にも余裕が出てくるでしょう。すべての移動が完了しています。特筆すべきことが起きなければ、以後は移動は飛ばします。今週も進行は行わず、敵の出方を伺います。西部平地地域は無人です。ここまで敵を誘引できれば良いですが、果たして、パルチザン部隊による撹乱状況です。パルチザン部隊の影響は、プサン周辺にまで及んでいます。全く改善されない後方の状況により、敵は前線からいくつかの部隊を引き抜くかもしれません。トゥオン空襲が行われます。3打撃の戦果でした。少しでも敵兵力を崩れるのは良いことです。今週は予備兵力の割り当てを行わず、6個を保持して我が軍の行動を終了します。報告として、韓国軍航空部隊が戦場に出現する可能性があるとのこと。了解です。報告として、特殊な医療体制によって敵部隊の兵力が補充されているとのこと。それは厄介ですね。了解です。航空戦の結果、我が方の損失は1個のみです。極地防空戦では圧倒できますね。了解です。
からの攻撃が開始されます。今週も敵部隊は我がパルチザン部隊を発見できていませんね。敵の進行状況を確認します。湿地帯には複数と思われる歩兵大隊を確認。しかしケソン、無人ですね。西部主力部隊に敵が接触。この作戦が始まって以来の本格的な戦闘となります。東部については山岳に築かれた塹壕を攻略へ。こちらの思惑通り地帯できています。敵の攻撃が開始されました。ジンソリ、疾患しました。ヨナン、疾患しました。続けてケプンに向けて突破進攻を行いました。他の部隊の中に戦車が存在しましたか。しかしわざわざ主力部隊のいる地域に侵攻するとはね。サラクさん、防衛に成功しました。各種塹壕についてもまだまだ活用可能とのことです。それは何よりです。ジャンプ、疾患しました。ケプンに対する攻撃が開始されます。本格戦闘ということで向かいましょう。ここまで我が方に損失は発生していません。攻撃航空部隊が多数ですが、事前に土のうを築いていたのが功を奏しています。韓国歩兵師団の戦意喪失を確認しました。残る2部隊、すべての殲滅に成功しました。幸先の良い素晴らしい戦果です。最後の戦場、シベヨンリへ向かいます。空爆によって兵力2個の損失が発生しました。攻撃によって敵に3打撃を与え、我が方に損失なしです。敵歩兵旅団1個の撤退を確認しました。全敵部隊の指揮が崩壊し、歩兵旅団1個の殲滅に成功しました。敵は多くの地域を確保しましたが、代わりに西部戦力の低下を招き、反撃される隙を晒しましたね。3月24日へ突入しました。先の航空戦の結果、イギリス攻撃部隊の殲滅に成功しました。陸、空、確実に打撃を与えられていますね。報告として、先週に発動した計画の効果により、中国歩兵師団1個の兵力が完全充足まで補充されました。了解です。部隊の移動が行えます。西部前線に航空偵察を実行。なるほど。ヨナンはケソンの確保によって退路を遮断。ケソン西、東についても後方の地域に陸上侵攻を仕掛ければ退路を遮断できます。この工期を伸ばすことなく西部攻勢を行います。緊急報告します。ケソン東にて制圧が発生。これにより戦闘を起こすことなく殲滅できます。どうやら我が侵攻部隊の兵力が敵を凌駕していたようですね。兵力を損なわないこの勝利が止まることのない攻勢へつながることに期待します。さらに続けてヨナンにおいても制圧が発生しました。かの地においてもですか。何よりの朗報。全部隊の移動が完了しています。残るヘソン西は予定通り包囲殲滅します。東部については引き続き予備師団による地帯を維持。そしてパルチザン部隊によるか乱状況です。それでは進行を開始します。シャムチョク。これは大きな戦果を上げそうです。ヘソン西、砲撃により完全殲滅を確認しました。ソビエトからの BM トリナーたちが活躍しましたね。
ケソン、完全確保に成功しました。サムチョク空襲にて、司令部と支援砲兵、さらに輸送艦隊3個を殲滅しました。この輸送艦隊の喪失は、日本で再建された部隊の再上陸や、強襲上陸作戦に多大な影響を与えると思われます。ピョンテク空襲にて、歩兵大隊の殲滅に成功しました。これで、空襲を含めて全ての戦場にて敵部隊を殲滅しましたか。防空移動へ移ります。ソフン極地防空網をケソンへと移動。そして今週、西部への空襲が激しくなると予想。よって、ケソン周辺に防空網を集中。残る部隊はピョンヤン防空へ割り当てます。予備兵力の割り当てに移ります。持続的攻勢のため、今週は予備兵力を保持します。以上で、我が軍の行動を終了します。先の侵攻にて殲滅した、特筆した部隊を読み上げます。戦車連隊1個、歩兵師団1個、司令部2個、支援砲兵2個、自走砲大隊1個、輸送艦隊3個、以上となります。第一次攻勢としては、十二分な戦果です。報告として、オーストラリア歩兵旅団1個が到着するとのこと。さらに続けて、イギリス歩兵旅団1個が戦場から離脱するとのことです。了解です。F86 部隊、防空網に接触。最新鋭機であろうとも、この極地防空網であれば勝利できます。F86、ピョンヤン上空に出現。今までは B29 しか襲来してきませんでしたが、油断していました。やはり、攻撃航空部隊は中国国境まで退避させておくべきですね。敵の攻撃が開始されます。パルチザン部隊は察知されていませんね。そして敵の進行は、東部3地域、西部2地域。敵部隊を確認します。訂正、西部への進行は1地域のみ。東部クムガンに、韓国司令部部隊を確認。以上で確認を終了します。以後は特筆すべき戦闘でなければ、勝利、敗北も含めて飛ばします。報告として、ピョンヤンにて戦車大隊を殲滅しました。中山号には対戦車砲が備え付けられているため、戦車に対しては思わぬ打撃を与えることがあります。すべての戦闘が終了しました。3月31日へ突